アンダーとオーバーの間を使って。ツーリングもそんな感じのアクセルなんですか？結構チュン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 みたいな感じなんですか？じわーっていう感じって難しいんですか？うん。なんか抜いた時にちょっとでもフロント鍵もらおうかなっていう感じで。そっか、リアタイヤがもうちょっとグリップがあるから。ここまで繊細に探らなくてもいいっていうことですね。なるほど。ちょっと繊細に探ってみましょう。立ち上がりが特に。あ、いいですね、いいですね。あ、いいじゃないですか。あ、いい。今みたいな感じ。今みたいな感じで加速してもらって、車速がしっかり乗ってから流れでオーバーステアを出している。ブレーキでもいいですよ。しっかりグリップでさっきみたいな感じでやってきて、いいですよ、いいですよ。合わせてあ、いいです、いいです。で、流れでオーバーステアで、あ、いいですね。あ、いいじゃないですか。極端な動きが出ると車暴れちゃうから、なるべく極端な挙動が出ないような感じで最初は。いいですね、あ、いいですね。流れでオーバーステアを出す。普通にブレーキ入れればサイドブレーキみたいな感じになるんで、ちょっと遠心力だけ振ってあげてブレーキ、あ、いいですね。でそのままオーバーステアをアクセルでコントロールしていく。逆に最後アクセルでケツを振ろうとしちゃうと、プッシュアンダーになった時はそのまま外行っちゃいますよね。なのでそこまででしっかり車速を乗せてあげて、サイドブレーキでまず滑らかに、そうしっかり車速を乗せた後に、あ、そう今みたいな感じ、しっかり車速を乗せてきて遠心力を作って、あ、いいですね、あ、いいですよ。でアクセル、そうまずはこの、お、いいじゃないですか。お、いいよ、さすが。ノーアル高は爪を隠す。しっかり車速を乗せてきて、あ、いいですね、あ、いいよ。でオーバーステアで、そうアクセルで一旦しっかりオーバーステアの姿勢ができれば、結構アクセルで車安定するので、オーバーステアかアンダーステアか微妙な姿勢の時にチュンってやっちゃうと、どっちつかずみたいな感じになって車が落ち着かない。だからアンダーステアの状態かオーバーステアの状態かをしっかり、オーバーステアになったらアクセル、そうアクセル、しっかりそうオーバーステア出したらアクセル。でコーナーの立ち上がりはアンダーですね。オーバーステアで出してきて、アクセルでオーバーステアをコントロールして、ここはアンダーに戻していって、お、85点。今のコーナー85点ぐらいつけていいです。あとは流れですね。でアンダーに戻しながら加速していって、あ、そうちょっとアクセルを入れるのは早かったですね。流れですね、スムーズにいかに極端な挙動を出さずにオーバーステアに持っていくか。
オーバーステアから極端な姿勢の変化が出ないようにアンダーステアに持っていって加速する、それだけです。それだけなんだけど、たったそれだけです。お、いいですね。でもすごいいい感じじゃないですか。あと余裕が出てくればオーバーステアの状態の時のアクセルが今まだ恐る恐るで、あれが安定してくるともっと落ち着いてアクセルで旋回させれると思います。基本的にはアンダーからオーバーからアンダーに車ってなっていくので、その流れを使ってあげる感じですね。いきなりオーバーステアを出そうとかじゃなくて、流れからのアンダーからオーバーからのアンダーっていう感じですね。なるほど。ブレーキから入らなくていい感じです。後々はアクセルで入る技術も教えますけど、とりあえずは車速をしっかり乗せてきて遠心力を作って、そう滑らかにブレーキでコーナーにオーバーステアの状態で入っていく。でそれをアクセルでコントロールする。これをまずしっかり。はい、いいよいいよ、お、いいじゃないですか。おしおし。さあ隊長が一瞬のタイムを測るらしいので、ちょっと何周かされた後に私のところをスタートして、ここで行きます。お、いいですね。ブラシモーターなんで、ちょっとその体調のとはレスポンスが違うというか、反応をちょっと1テンポ早めにしないと全てが1テンポずつ遅れちゃうので。そうです。まずはグリップでしっかりアンダーステアの姿勢で加速する、車速をしっかり乗せるっていうところですね。あ、いいですね、いいですね。でブレーキ、あ、いいじゃないですか。いいです、いいです。しっかり車速を乗せて、お、いいですね。押し。しっかり車速を乗せてきて、流れ右から左から右、遠心力もちょっとイメージしながら。さあ、左から右に遠心力作って、いいですよ。さあ、しっかり右から左に移ったのを感じながら、そうです。左から右、しっかり車速を乗せてきて、右から左。いいですね。アクセル。しっかり車速を乗せて、そう。次からここから測っていきますんで、もうずっとラップタイム取っていくんで、おいよ。いいですよ。滑らかに。さあ、これが1年後には何秒タイムが縮まるのか。焦らないで、しっかりオーバーステアのところはオーバーステア、左から右、しっかりアクセルとステアリングで車速を乗せながら。さあ、どんどん待ってください。今31秒46ですね。トップタイムですね。誰も測ってないから。ただいまのトップタイム。タイム過ぎるとなんか握ってしまう。ああ、だよ。5、6周になります。いいよ、いい入り。オーバーステアの状態になったけど、アクセルを入れなかったから、そのままアンダーステアの状態になってグリップ戻っちゃったんですよね。しっかり維持して、
車でも前回より全然良くなってますよね。なんか良くなってるとか、挙動が落ち着いてるというか、なんかあれだけでも全然違うっぽいですね。上手や。しっかりオーバーステアをコントロールして車速を乗せて、さあここ落ち着いて落ち着いて、しっかり車速を乗せてきて、流れで、おいよ、アクセル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 オーバーステア状態の時にアクセルを抜くと戻りますよね。だからさあオーバーステアの状態作ってアクセルで、そうそうそう、アクセルアクセルでアンダーに戻していって、オーバーステアでアクセルアクセル。さあ1周目が一番速いです。この立ち上がりはいつも失敗するので、そう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 、滑らかに滑らかに。今のはここで右に遠心力がなかったんですよ。なかったですね。だから振ろうと思っても振れないわけですよね。なるほどなるほど。なので遠心力常に右から左右から左ってイメージしながら、その流れ振りをこうやっぱ微妙にですね、あんまり意識しすぎると大きくなりすぎると今度はスピンするので、なので右にかかってるかな、左にかかってるかな、じゃあ次ブレーキ入れたら反対に移るよねぐらいの意識でいいと思います。なるほど。流れというかですね。で左右、あ、いいですね。でこれも右右右右のやつを使ってあげて車速を乗せてブレーキ入れれば左左左左、車速をちゃんと乗せていけば右、あ、そう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 、いいよ。これいっぱいいつも失敗します。また失敗したしっかり右から左、そう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 、でオーバーステアの状態でアクセルアクセル、左から右、ちょっとでも残ってれば絶対その後ブレーキなり入れれば反対に向き変わるので、遠心力の方向変わるので、あからさまに意識しすぎて大きすぎると今度はスピンしちゃうから、左にある右、そう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 、いいんじゃないですか。おいよ、学習した初めて学習しましたね毎回やっぱ苦手なところとか出るから、そうですね、そこは自分で意識しながらコントロールできるスピードに落としてあげて、そうですね、今流れが見えてなかった感じですね。流れで左にあるから、そうそうそう、右右右右右右右、いいよ、右から左から右、いいんじゃないですか。おいよ、いいじゃないですか。おいいよいいよいいよ、お、調子に乗ってきたいいと思います。たまには調子いい時は思いっきりちょっと踏んでみていいと思います。いいっすね。行き当たりばったりだとタイヤが滑ってる状態になっちゃうから、やっぱりその先の流れをイメージしているところが重要というかですね、ドリフトの場合は特にしっかり車速を乗せて、あ、いいですよ、しっかり車速を乗せて、あ、いいですよ、いい動き学習能力があそこ毎回そうなんですよね。R がちっちゃいと難しくなっちゃうので、大きく回るためにはもっと向こうの奥を大きく回った方がいいのかもしれないですね。流れをイメージして左から右、さあ流れを丁寧に車速をしっかり乗せて振る、しっかり乗せて振る、さあそこが内側入ってきてるので、あそこからそうですね、あそこにゾーンが書いてあるじゃないですか、あのゾーンをきっちり取っていった方が R が大きくなるので、出てくるところの R が大きいからやりやすいと思います。
左から右、おーいいよ、いい入り。さあしっかりコントロールして滑らかに車速を乗せながらしっかり振る。そこの先へちょっと大回りするようなイメージで、ここほら入ってるでしょ、内側に。ですね。だから外に持っていくのも難しいんですけど。そうですね、内側に入るわけじゃないですか、あそこで。ということは、もうちょっと車速がこっちのコーナーから向こうまでの車速がもうちょっとあってもいいっていうことなんですよ。なるほど。だからいつも焦って速くするから、そうです、そうです、そうです。もうちょっと、もっと奥に。そうですね、あと、コンマ5秒、そうです、コンマ5秒ぐらい、ここから、この部分から、コンマ5秒ぐらいしっかり加速して、奥に持っていく。だから一回向こうバンクになってるんで、バンクにちょっと乗り上げるぐらいのイメージを試してみてもいいんじゃないですかね。ここはなんかいい感じになりましたね。やっぱ車速が乗るから飛ばした時安定するでしょ。そうそうそう、そういうことです、そういうことです。こっちもしっかり車速を乗せて、そうですね、その辺の R から大きく大きく大きく、そうですね。3周ここからかかりますので、はい何があってもおいいよ、いい。ここだけ編集して上げますね、YouTube しっかり車速を乗せて大きく丁寧に丁寧に大回りしてくると、例えばあそこの柱があるから一つはちょっとあれかもしれないですね、一瞬見えなくなるので、柱切りましょうお店の人にわからないようにお、いいっすね、いいっすね。しっかり奥奥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 奥。そうですね、多分ドリフト状態でカウンターのコントロールでラインをちょっと広げたりとかするんですけど、そこがグリップではないコントロールなんで、なるほど、なるほど。ちょっとそこの部分が練習が必要なのかもしれないですね。しっかり奥に伸ばしていって、アクセル一定でもいいので、カウンターでちょっとそう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 、ちょっとグリップに近い感じでもいいのでですね。いい立ち上がり。いいですね。立ち上がりが決まると車速が乗るから次のコーナーのアプローチが楽ですよね。だからコーナーで失敗しても焦らない、焦らない、焦らない、しっかり加速していって車速が乗ってる状態でカウンターで R を、そうです、グリップに戻してもいいと思います、とりあえず。おお、早っ。いいよ、いいよ、いいよ今のめっちゃ車速も伸びましたね。これ一回グリップに戻しましょう。で、大きく大きく曲がってきて、そうです、そうです、アンダーオーバーの間ぐらいで。もう一緒、大きく大きく、ちょっとグリップに戻し気味でもいいので、いいですね、いいですね、いいですね。さあ車速乗りましたよ。さあしっかり左から右、逆振りからの大きく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 しっかり車速を乗せて一回ドリフト持っていって、ここからしっかりグリップに戻しながらしっかり丁寧に、いいですね。一回車速が乗るからここが安定しますよね。いいですよ。さあ丁寧に、さあこれはいいタイムが期待できるんじゃないですか。30秒切り込ませる。
あ、切りました。29秒台。おお29秒に入りました。さあ29秒台、ちょっと体調走ってください。ごめんなさい。測りますんで、あ、一応これ一度尾形さん測ってくださあれしてるんで、ちゃんと確認して、それでなんかラップはだから同じ車がいいんい。であ、同じ車がいいですね。す。お願いします。すいません、すいません。さあ私はもうどこでも行ってももういいここのこれが静かにいつも自分わかりました。大丈夫です。私はもう完全グリップでいきます。さあじゃあ、バトルですね。そうですね、3周だけチャンスをやりましょう。全部走り方を変えようと思う。あ、やっぱそんな感覚なんですね。そこに自慢ですかね。あ、いや、これでグリップ、慣れると、あれなの測り始めてますね。か。測ってますよ。あ、ほんと。あ、いやいや。あ、いや、いや、いや、もうハードルで5、6周いきます。適当なタイミングできてますよ。ちょっと車に慣れるまで。いや大丈夫、もう次から測りましょう。お願いします。次からじゃあ行きます。あくまでも暫定1位は尾形さんで決定しているさっさと、さあどういう走りを見せてくれるか。さあコーナー丁寧に立ち上がってきて、ちょっとオーバーステアでこれでグリップを稼いでるのか。同じマシンですからね。だいぶ速いような気がしますけど、さあ1周目のタイムはお、28秒48。お1秒ぐらい速いのかな。まあでも小勝さん結構速いっていうことですね。そしたらさあここで燃えてきます。体調が25秒ぐらいで走ってる気持ちだったと思うんで、やっぱりそのフロントタイヤも滑るじゃないですか。なのでちょっとこうなんていうんでしょうね、ドリフトじゃないですけど四輪ドリフト的な感じの向きを変えるために前のタイム後ろのタイムを滑らせるみたいな、それの方がタイム上がったりとかすると思うんですよね。はい、なのでグリップで絶対的なグリップで走った方が速いかっていうと、この路面のミューとかだとさあ何秒でしょう。28秒4台がずっと続いてます。28秒4。できるだけゼロカウンターでいこうと思います。ゼロカウンターで。結局タイム出そうと思ってやっぱ無駄をなくすっていうのが重要なんで、挙動にしてもラインにしてもそうですね。今ので何秒です。28秒48で。28秒48。安定してやっぱり走れるのかな。大体同じぐらいのタイムで走る。あ、いかん。マシンがいいんじゃないですか。今はちょっと1秒。いや、失敗した。やばい、これ出らんな、26ぐらい。ちょっと気がします。ちょっと大きく出過ぎましたね。43だったらああ、ちょっと大体次の週はドリフトで走ってみてください。わかりました。でもドリフトでもタイムを出すドリフトと見せるのでタイムは全然違ってくると思うんで、あくまでもゾーンとか考えずにタイムを出すためのさあどうですか。
30秒6ああ、やっぱここまで流すとちょっとタイムが落ちちゃうんですね。外側走ってるのもあるかもしれない。そうですね。アウトで距離が長く距離をですね。ああ、そうです。こうなってくる。うわー、すみません。やっぱ26秒台無理ですね。27秒台もですね。なかなか大変。でもちゃんとこれでタイムを測ってる間に車のコントロールとかができるようになってくると、立ち上がりでふらついてるのがもうちょっと落ち着いてできるようになれば車速がしっかり乗せれるので、そうするとドリフトにももっと自信持って入れるっていう感じになるんじゃないかな。結局車を前と後ろを持って真横に自分の目の前にボーンって投げるとするじゃないですか。そしたらスピンしないですよね、ハンドル切れてなくても。ただ、なるほどなるほど。はい、後ろだけをブンって投げると当然目の前でくるんって回っちゃうけど、右手と左手で前と後ろを一緒に投げれば、だからある程度のモーメントがあると横向けても前も一緒に行くから、そうです。でそのモーメントがない状態で無理やりやると当然、はい、フロントもカウンターでなんとか逃がそうってしないといけないからフラフラになっちゃう。なのでまずは立ち上がりからしっかり次のコーナーまで流れをイメージして、そこに車速をしっかり乗せていって飛ばす、はい、そうすると一瞬安定するところができるから、その間にコーナーリングをコントロールをしていくっていう感じですかね。